よし。うん、飛び出てないね。できた。今日はね、全部廃材でできそうですね。一重でいいね。よし。これはラス編みというものですね。お風呂場の、土壁を作った時にとかに使ったやつですね。よし、こんなものにここで切る。どうかな。ここは打たな、この打った方がいいかな。わかんない。どうだ。よし。とりあえずですね、これでふるいを作ったつもりです。結構網が大きい方がいいなと思って作りました。うん。まあまあ、とりあえずね、0円で作れましたね。で、猫の上に乗せられたらいいなと思っています。うん。こうかな。こうかな。で、こう。いやー、一応猫を使って震えるからいいのかなと思ってます。虫がいるな。よし。はい。で、これはですね、ちょっと見ますか。はい。ここの、堆肥場なんですけども、こっちは今使っているもので、こっちはもう、だいぶですね、寝かせているものなので、ここのですね、土を入れて、ふるいにかけて使うつもりなんですが、うちにあったね、もともといつも使っていたふるいはと網が、細かいものだったので、ラス網を使ったですね、ふるいを作ってみました。ちょっとね、試しでやってみたいと思います。もうね、生紙とかないです。あ、よいしょ。よいしょ。ね、もう生ゴミは全然ないですね。ちょっとこんくらいで。ダメかも。手でやった方が、重たい。ちょっと僕ね、今、腕痛めてて。やばい。なんだろうな。ちょっと思ったようにはいかなかった。うん、だいぶいいですね。できた。こんなにね、分かれました。どうですかね。ちょっと粗いかな。でも、なんかだいぶいい気もしますね。で、これはいらないと。で、これは、こっちの方は、この
今ですね、分解を進めている方に入れます。もう無駄になるものはないですね。どうですかね。これにですね、腐葉土を作っているんですけども、その腐葉土と混ぜて使う予定なんですよね。どうだろう。ちょっと、粗いのかな。結構いい気もするな。よし。まあ、うまくいった気がします。さっきのたった一ふるいで、なんか思いのほか土がいっぱい取れてびっくりしてます。今やってるのはですね、芽出しですね。種を植えたいので、芽出しのためにこういうちっちゃいポットを今作っています。うちのね、生ゴミとか一生懸命入れて作ってきた培養土っていうんですかね。栄養がね、いっぱいあるといいですね。よし。今年は初めて土を買わないでもね、いけるかもしれないですね。さっき名前出てこなかったんですが、これ堆肥ですね。堆肥作りとして始めたものですね。なんか、うまくできたような気がしますね。たったスコップね、どんくらいでしたかね。2杯か3杯かぐらいしか使ってないと思うんですが、すごいいっぱい取れました。せっかくこう、田舎に引っ越してきたのに、毎年ね、土とか堆肥とか全部買っていたので、やっとね、なんか田舎暮らしが始まったような感覚がありますね。はい、また植え放題ですね。これはね、オクラ。オクラを買いましたね。はい、すごくね、いい梱包で苗が届きました。すごい。メルカリで初めて買ってみました。これはですね、僕が、移住当初からすごい好きなものです。いい梱包ですね。ちゃんとこう空気穴開いてますよ。うわあ。どうしようかな。あれどうしようかな。よしよしよし。わあ。すっごいいい梱包してもらってましたね。無事にね、届きました。これはですね、映ってますかね。かりんですね。もしかしたら、なんだっけな。マリメロカリメロなんだっけなんかかりんと、ちょっと違うけど、そっくりなものもあって、まあ同じように使えるものがあって、まあ長野県で有名な、なんだったっけな。丸メロかなかもしれないです。どっちかちょっとわかんないんですが、かりんの苗を、買いました。非常に楽しみですね。最初にね、このかりんの香りを嗅いで、すごいね、感動したことを覚えてますね。で、なんかシロップ漬けかなんかにしてね、飲んだんですけど、その手間はかかるんですけど、本当に美味しくて、いい香りで感動したのを覚えていて、いつかね、植えたいと思っていて、で、小森さん行ってあるかなと思ったんですが、なかったので、ネットで探して、メルカリが安かったので、メルカリで買いました。本当にね、いい梱包で届いてよかったです。はい。だいぶですね、大きいのが残るので、これは、またこっち側ですね。よいしょ。まあ、こんな感じでですね、これを畑に入れる栄養なので、
このようにしてですね、集めて、今年は、牛糞を使わずにこれだけでやってみたいと思います。よいしょ。毎年堆肥も腐葉土も買っていたので、今年はそれがね、0円でできる予定なんですよね。ちょっとすごいなと思っています。よし。うん。よし。葉っぱが多いですね。よし。すごいいい土ですよ。もうちょっといけるか。はい。で、これくらい入れて後ですき込んでいきます。またね、ふるいにかけた堆肥を持ってきました。最後ですね、この小屋のすぐ前のここにも、畑があるので、ここにもね、入れたら終わりですね。これはね、ルッコラです。守っています。また生えてきてくれましたね。ルッコラはいいですよ。便利ですよ。朝のサラダで使っていますね。ここはもう小屋にすぐ近いところなので、朝ごはんのサラダとかね、葉物野菜とか、そういったものを育てる予定ですね。いつも新鮮なものをね、すぐに取って食べれるんで、この季節は本当贅沢ですよね。ちょっとね、おまけですが、こことここに穴を掘りました。で、今から堆肥を入れるんですが、これはですね、梅ですね。ちょっと前にね、梅を植えた動画を作ったんですが、ちょっとね、場所が悪いという指摘があったので、今だったらまだいけると思うんでね、植え替えたいと思います。よいしょ。西側なんで、日差し的にね、あんまりこっちはあんまり良くないかなと思ったんですが、もう本当に植えるところがないので、ここになりました。しょうがないですね。はい、畑の準備が終わったので、最後説明していきます。ここに植えてあるのがイチジクなんですが、去年の冬ですね、植えたのですが、多分死んでました。残念です。で、左から、ホスタとか割ってるんですが、ここに植えていた、梅はですね、違う場所に移植しました。で、ずっと来て、で、ここにも、南高梅植えていたんですが、他の場所に移したので、あっちのここにね、植えていた、かりんか。かりんをこっちにいい場所にね、移し替えましたね。で、ここは葉物野菜を育てるところの土作りが終わりました。で、ずっとね、こっちに行きます。はい、ここ左手が、堆肥場ですね。で、堆肥場の奥。ここが梅ですね。ここに一つ。そして奥にもう一つ。ここに植えました。西側なんですが、ビロビロと育っているところはここしかなかったので、ここにしました。はい。で、次こっちですね。はい。畑の方は、それぞれですね。すき込みが終わりましたね。堆肥を入れてすき込みました。で、ここはまだね、
これから今芽出しをしているので、芽が出たらですね、作物を植えていきたいなと思っています。で、柿の木だけね、ちょっと今日は剪定しましたね。で、影がね、できなくなったのかなと思っています。ちょっとできてますけどね。ちょっとマシになったのかなと思います。畑に入っていってる、この一本切りますね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あとはこれですね。これを切りましょう。あとですね、若いのが1本上にスーッと伸びていますが、なんかあんまり良くないっていう風に聞いたので、これも切ろうかなと思いますが、いっぱいありますね、上に向いてるのね。どうなんだろう、いいのかな。よいしょ。はい、プレゼントをいただきました。本当にありがとうございました。早速ですね、開封させていただきます。うわー、すごい。はい、こんなにもね、たくさんのものが入っていました。本当にありがとうございます。はい、こちらはですね、おーちゃんとサバのですね、ご飯ですね。ワイルドレシピというものですね。非常にいいご飯ですね。ありがとうございます。試してみたいと思います。そして、大好きなですね、缶詰が2段なんですよね。こんなにもね、たくさん入っていました。本当に助かります。ありがとうございます。そしてですね、なんと、こちら入っていましたね。池袋ラーメンスープラインナップって書いてますね。ベジタリアン、ビーガンが安心して食べられるラーメンをお届けしたいということでね。はい。わあ、すごい。なんか、安心して食べられるラーメンということでね、非常に楽しみですね。ありがとうございます。なんか、いろいろ調べてね、送ってくれましたね。本当にありがとうございました。非常に楽しみです。ありがとうございます。嬉しいですね。メッセージをね、読まさせていただきますね。奥縁主様、猫助様ですね。本当にありがとうございます。いつも楽しく見てますよ。猫ちゃんたちと飼い主様向けに少しですが送りますと書いていただいております。本当にありがとうございました。
非常に食べるのが楽しみです。ありがとうございます。ごめんね。猫助さん、プレゼントありがとうございました。へへ。はい。プレゼントありがとうございました。いや、ごめんね。へへ。はい、本当にありがとうございました。おお、喧嘩して。どうして美味しいご飯あるぞ、今日。嬉しいね。嬉しい。